今回はですね、非常に強い寒気、また冬型ということもあってですね、大きく影響しているわけですけども、ただ、帯広の方ではですね、4日、午前中、朝にかけて、もう本当に記録的な積雪となったわけですが、その要因としては、冬型というよりは、その近くを通過した低気圧、そこに向かってくる、実は暖湿なんですね。暖かい空気、暖かく湿った空気というのが入ってきたわけですけども、それに伴って大気の状態が不安定となって、雪雲がかなり発達しました。結果として、だいぶ湿った重雪、これが積もったといったような状況です。この時間はそういったような状況をすでに解消されている形となっているわけですけれども、いわゆる冬型の気圧配置、ただ北海道の西には冷たい空気を伴った低気圧があって、その影響も受けているといった状況になっています。それでは現在の状況、皆さんからいただいている天気のリポートで見ていきたいと思いますが、こちらは午前0時までの1時間、皆さんからいただいている雨や雪のリポートという形となるわけですけれども、全体を見ていくとですね、ほぼ雪のリポートといった状況になっています。特にこちら北陸周辺ですけれども、富山県内の方ではどかどかといったかなり強い雪の降り方となっています。また風も強いということもありますので、ところどころピンクのマーク、こちらは吹雪のリポートですけれども、それが届いているような形。特に北海道道南付近から東北にかけては吹雪のリポートがだいぶ多いかなといった印象を受けます。また九州の方でもしっかりと雪の方が降り始めてきています。しんしんといったような降り方のリポート、だいぶ増えているかなといった印象を受けるんですけども、あとはこちら、皆さんに今空ミッションという形で積雪の状況を聞いているわけですが、この時間帯、長崎県内、あとは熊本県内などから鹿児島県もそうですね、だいぶ積雪のリポート増えているといった状況になっています。今後さらに積雪の方が増してくるといった状況になるかなというところなんですが、実はこの九州の方、現在が寒気のピークと言ってもいいかなと思いますね。寒気そのものに関しては徐々に弱まってくるだろうといった形となるわけですけれども、ただ九州、この西の方ですね、寒気は弱まってくるんですが、実はこの寒気に伴う筋状の雲の流れ込みというのは、この後もまだ続くといった状況となりそうですね。この辺りのエリアはいわゆるシアーラインというのが存在しているわけですが、そこでやや発達した雲が入りやすい状況に現在になっているというふうに見ておいていただければなと思います。それではですね、それ以外のエリアも見ていきたいと思いますけれども、こちらの方、まずは全体を見ていきましょう。上空に冷たい空気を伴った低気圧、現在北海道の西にあるんですが、これは非常に動きが遅いということもあるので、明日もその影響を受けます。4日はですね、北海道、道東の方が大きく影響したわけですが、今日5日は逆に日本海側の方を大きく影響してくるだろうといった状況となります。また、この日本海の方から伸びてきている、少し雲が厚みを持ったところになりますが、いわゆる日本海寒帯気団収束帯 JPCZ、JPCZ の近くというところはどうしてもですね、雲の方が発達しやすくなるといった状況となります。でまたこの JPCZ の南側、こちらは筋状の雲がどんどんと入り込んできている。 JPCZ よりも北側に関しては、いわゆるこのウィンドシアとよく言いますけれども、上から下に向かって風向が変わったりとか風速が変わっているところ、それに沿うような形でこういう形で雲が並ぶんですね。この雲が入り込んでくるといった状態。筋状の雲の場合は少し隙間に入ると闇間もあったりするんですが、このような形で海岸線に平行に入ってくる雲というのは、どうしても張り付くような形となって闇間が少なくなります。そのあたりを考えてみると、北陸エリア、この後さらに雪の量まとまってくるのかなといった状況となりそうです。で、これまでの降雪の状況になりますけども、こちらでは0時までで見てみましょうか。まだ入ってませんね。23時でいきましょう。23時までの積雪の増加量、積雪1時間の降雪量で見ると、富山では8センチ、富山空港秋ヶ島では9センチということで、かなり強い雪の降り方、このエリアはなっているといった状況です。ここに関してはまさにこの JPCZ の先端部分が入っている。で、入っているところから少しここですよね。で、あとは先ほど並んでいたこのような形で並ぶ雲、これがぐっと入り込んできている。シアーラインそのものとしてはこの沿岸部に沿うような形となっているので、そこで雪雲が発達してしまっているといった状況となっています。で、現在ですね、この輪島の上空になります。
輪島の上空の方ではかなり強い寒気が入っているといった状況です。こちらの方ですけども、これはアメリカのワイモーミング大学の方がこの観測データをエマグラムという形にしているわけですけども、こちら横軸には気温がとっている、縦軸には高さがとっているんですが、ちょうどこの500ヘクトパスカルのところ、この高さ、だいたい上空約5500メートル付近なんですが、詳しい数字の方を見ていくと、こちらですね。500ヘクトパスカルでマイナス 38.1 度ということで、かなり強い寒気。よく500ヘクトパスカルで大雪と目安となるのはマイナス36度ですから、それよりも低い気温と現在になっているといった状況です。で、今後の流れというところも見ていきたいと思いますけれども、この付近なんですが、これだけ強い寒気があるということもあって、大気の状態も不安定となっています。実際にこちらの方を見ていくと、発雷もしているといった状況なんですね。発雷しているところを見てみると、この新潟付近、それから秋田付近というところもあるので、雷を突然伴って、いきなり強く雪が降って、あられも伴うということもあり得るのかなといった状況となっています。ではですね、今度は上空の流れ見ていきたいと思いますが、こちらが5日12時の5500メートル付近の気温なんですが、先ほど言ったマイナス36度、いわゆる大雪の目安となる線としてはここまで来てますね。かなり深いところまでしっかりと入っているような状況となっています。また続いて1500メートル。こちらはよく平野で雪となる目安の温度と呼ばれているマイナス6度なんですが、実はマイナス6度の方を見てみるとですね、もう日本付近すっぽりと覆われているといった状況なんですね。また大雪の目安となる温度のマイナス12度。こちらの方はだいたい500ヘクトパスカル、5500メートルのものを対応するような形で日本海側の方にスッと入り込んできているといった状況です。で、このピークの方ですけども、西日本に関しては5500メートル付近のものについてはだんだんと抜けていくような状況となってくる。逆に北陸から東北に関してはさらに強い寒気が入ってくる。それからこちら1500メートル付近のものですが、こちらの方もですね、西日本の方は少し残るんですが、だんだんとやはり北日本が中心という形となります。ただこちら500ヘクトパスカル、850ヘクトパスカル、それぞれ5500メートル、1500メートル付近の寒気を見ていったんですが、この間にある3000メートル付近の寒気に関して言うと、実は今日は西日本の方にしっかりと入ってくるという形となるので、西日本エリアの方もちょっと雪の降り方、まだまだ要注意といった状況となりそうです。こちらの方、今度は大気の安定度を見ていきましょう。こちらを見るとですね、緑、オレンジ、赤となっているところほど大気の状態が不安定となるので、やはり雪雲としては発達しやすい状況です。午前3時から見ていきますけれども、こちらを見るとですね、やはり日本海側の方、山陰から東北にかけてかなり大気の状態が不安定となる、特に北陸エリアが不安定といった状況となるかなと、そういうふうに見ています。で、今度は雲の様子の方を見ていきましょうか。で、こちら午前1時からです。先ほどお話しした通り、ここに低気圧があって、ここには JPCZ が伸びているといった状況。この JPCZ の近くでは、どうしても雪雲の方が発達してしまうといった形です。雲の流れを見ていきたいと思いますが、時間の方を進めていくとですね、こちら見ると通り、北海道の西の低気圧は動きが遅いので、同じようなところでやはり雪の方が降りやすい状況が続きます。また JPCZ ですけども、北陸付近を疾行するような形となります。一時能登半島よりも新潟付近の方に伸びていくんですが、その後また少し南下し、能登半島よりも西側の方に入り込んでくるといった状況となります。また九州の方にもしっかりとした雲がかかってくるといった流れとなりますので、今日いっぱいまだまだ雪に関しては油断できないといった状況となりそうです。では雪の予想、午前1時から見ていきますけども、ピンクのところが雪になるわけですが、特にこちら見ていくとですね、JPCZ の近辺、また北海道の道南エリアを中心に少し雪雲が張り付くような形とあるような状況です。この状態がこの後もずっと続くといった状況ですね。少なくとも朝まで、さらにはその後も時間の方を進めていってもですね、特に北陸あたり、この付近ではやはりずっと雪の方が強い雪が降り続いてしまうといった流れとなりそうです。
それでここでですね、予想される積雪の増加量も見ていきたいと思いますが、こちらが午前0時から6日の午前0時まで、この今日5日いっぱいというところで見ていくとですね、北陸から東北南部にかけて、特に山沿いが中心となりますけれども、円地のところは50センチから100センチという形となりますので、一気にまた積雪量が増えてくるといった状況となりますから、十分に警戒をしていただきたいと思います。でこちらの方ですけれども、こちらはですね、5日いっぱいの24時間に予想される積雪の増加量なんですが、それがですね、2月の記録を超えるところがこの赤い丸で書かれたところなんですね。こちらを見ると福島県内であるとか新潟県内の方では出てきます。オレンジのところはだいたいそれの8割程度までいくような流れという形となりますので、今回やはり記録的な雪の降り方にやはりなってしまうというふうに見ておいた方が良さそうです。でこの状況なんですけども、今日ではなく明日も続きます。でこちらの方が明日の24時間を見たところなんですが、こちらを見るとやはり同じようなところ、円色のところはほぼ一緒なのかなという形となっています。その後この2日間を見てみると、この黒いところは100センチ以上の積雪増加という形となりますので、この大雪に伴っての交通障害なども起きやすくなりますから、十分に警戒をしていただきたいと思います。また風の方も強くなっています。こちら最新の状況、0時の状態で見てみますが、特に東北から北海道の日本海側の方でかなり強い状況となっています。西日本エリアの方でも沿岸部の方は強いような形となっているわけですが、今後の風の流れ見ていきたいと思いますけれども、風の方はですね、相変わらず強い状態がこのまま続いてしまうといったどうも流れとなりそうですね。ですので、雪が強く降って風も強い吹雪ような状況となるので、視程障害もあるんですが、いわゆる吹きだまりですね。吹きだまりが起きてしまうと、1時間に2メートルぐらいその場所に積もってしまうということもあって、そこに車が入ってしまうと身動きが取れなくなってしまうという形となりますので、可能な限り外出は避けていただきたいなと思うんですが、それでもやはりどうしても外出しなければならない場合があるかと思いますので、そういった吹きだまりなどには厳重警戒という形となります。特に吹きだまりの場合は、それまでほとんど積もっていないところに一気に積もってくる、気がついたらもう身動きが取れなくなるということもありますから、十分警戒していただきたいと思います。ということで、まずは今日明日というところで、この寒気また強い冬型というところで大きく影響するわけなんですけども、実はこの寒気なんですけども、まだまだこの後も続きそうです。で、こちらの方がこの寒気の流れの方を見ていきたいと思いますが、こちら寒気の方、色がついているところですね。これが5日の午前3時からなんですけども、日本付近に入ってくる寒気なんですが、ずっと居座るような形なんですね。これが6日、7日、さらには8日、9日、10日という形になります。ですので、この寒気の影響というのはまだまだ長引きそうですので、常に最新情報をこまめに確認していただいてですね、雪による障害、交通障害は主にメインかと思うんですけれども、ただ、あとは着雪などによっての停電なども起きやすくなりますし、大体この大雪の被害ということでいうと、家屋の倒壊などというのはあまりないんですが、ただ立ち往生によって、長時間身動きが取れなくなって大きく影響するということもありますので、最新情報を確認し、可能な、不要不急の外出は控えた方がいいのかなと思います。以上、この時間の最新情報をお伝えしました。